こんばんは、新パイロットきょうきょうです。今回の動画はフライトシム界隈でエアバスアドオンの最高峰の一つとも言われている FS Labs A321 についてご紹介していきたいと思います。FS Labs A321、この名前耳にしたことはありますか？そう、フェニックスエアバスファミリーと並んで究極のリアルさを追求した A321 のアドオンとして知られています。特にそのシステムの再現度はダントツで一番詳細なエアバスシミュレーションとまで言われているんです。にもかかわらず残念ながら多くのユーザーが選んでいるのはフェニックス A320 ファミリー。なぜこんなことになっているのか、今日はその謎に迫っていきたいと思います。まず FS Labs の機体を語る上で、私自身が使ってみないと公平なレビューはできませんよね。実は A320 ファミリーのアドオンはすでにフェニックス、フライバイワイヤー、イニビルズと3つを持っていたので、正直購入にはかなり迷いました。でも視聴者さんからの強い要望があったこと、そして皆さんがわざわざ高価なアドオンを買わなくても良いように、私が人柱となる覚悟で購入に踏み切りました。もちろん私は本物のパイロットではありませんし、これからお話しする内容はこれまでのフライトシムの経験とフライトシム愛好家としての正直な意見です。その点を踏まえて聞いていただけると嬉しいです。正直なところ FS Labs の機体はマイクロソフトフライトシミュレーター用の素晴らしいアドオン機体であり、リアルな A321 を飛ばしたい人にとってまさに最高峰と呼べるくらいめちゃくちゃ深く作り込まれています。具体的にどんなところがすごいのか見ていきましょう。FS Labs の A321 には飛行中に発生するちょっとした傷や過去の故障履歴まで見れるテクニカルログという機能があります。故障の種類はエンジンの故障という大きなものから内装パネルのちょっとした傷、剥がれ、ワイパーの故障といった小さなものまで非常に細かく網羅されています。例えば今回の場合は画面の一つが壊れているというような内容が表示されています。実際に使えない機能は INOP という黄色いシールが貼られます。この INOP シールの位置は飛行開始時ランダムに変化します。修理するためにはスパナマークをクリックするだけで OK です。これはかなりユニークでフェニックスにはない FS Labs ならではの機能ですね。EFB での離着陸計算もフェニックスよりずっと詳しくて、海外では実際の運航に近いとまで評価されています。細かい部分までこだわりたいリアル志向のユーザーにはたまらないポイントです。チュートリアルはもちろん、機体の説明書や詳細なチェックリストまで、この機体には運航に必要なものが全て揃っています。フェニックスでも網羅されていない情報が確認できるようになっているので、FS Labs さんの丁寧さが伝わってきます。これはエアバス機を深く学びたい方には最高の教材になるはずです。故障のシミュレーションは非常にリアルで、いつどんな状況で故障を発生させるかまで細かく設定することができます。また条件を追加していなくても飛行中に急な故障が発生するようになっているので、本物さながらの訓練ができちゃうのは本当に驚きです。FS Labs A321 にはセントエルモの火の再現や氷のつき方、ブレーキの摩耗具合、フロントガラスにつく汚れや虫の衝突、さらには GPS ジャミングのシミュレーションまで、フェニックス機体ではパラレル42さんのアドオンを別途購入しないと見られないような効果が FS Labs A321 にはデフォルトで用意されているんです。これは本当にすごいの一言です。またグランドハンドリングを改善してくれる GSX Pro とは最初から機体のシステムと融合しており、各サービスは EFB を使って操作できるようになっています。オートパイロットの動きについては、例えばマネージドモードで降下中に
速度を上げるような操作を行った場合、フェニックスよりも滑らかで安定していると感じました。この点は長年プリペアード向けにエアバス機体を販売してきた老舗としての経験が生きていると思います。正直なところ、もしフェニックス A320 ファミリーが存在しなかったら、私はこんな話をすることすらなく、FS ラブスがいかに優れているかという話だけで終わっていたかもしれません。そのくらいこの A321 は技術的に素晴らしい機体です。ではなぜ FS ラブスさんの A321 はこれほど素晴らしい機体なのにそこまで話題にならないのでしょうか。私なりにその理由を考えてみました。まず一つ目、値段が高すぎる。これが一番大きい理由ではないでしょうか。FS ラブス A321 はフェニックスのエアバスよりもよりお値段が高いんです。繰り返しますが、もしフェニックスが存在しなかったら、この値段はそこまで大きな問題ではなかったはずです。高繊細なエアバス321に約1万円とプラス税金というのは決して悪い値段ではありませんし、現に PMDG さんがボーイング機に請求している価格と同じくらいです。しかしながらフェニックス A320 はもっとお手頃な価格で、私の意見としては品質もわずかにフェニックスの方がいいと感じています。その証拠として機体の足回りを見てみましょう。FS ラブスは配管などの再現性は素晴らしいのですが、フェニックスではさらに汚れや傷の表現などビジュアル面での作り込みが本当に高く、明らかにフェニックス機体の方がこだわっていることがわかります。これを見ると、フェニックスより高い料金を払う必要があるのと思ってしまうわけです。その2、FS ラブスの評判が悪い。これも一部のユーザーにとっては、この機体を選ばない大きな理由だったりします。悲しいことに FS ラブスはプリペアード製品で、著作権保護のためにユーザーのパソコンにマルウェアのようなソフトウェアを仕込んだというかなり問題のある過去があります。これのせいでフライトシムコミュニティからはあの FS ラブスかというちょっと悪い印象が残っているんですよね。信頼性の問題は製品の品質と同じくらい重要です。その3、マーケティングが下手。正直この A321 はもっと戦略的にリリースすべきだったと思います。まず過去の悪い評判を回復し、フライトシムコミュニティの信頼を取り戻した上で、この飛行機は他とは違う特別なんです。しっかりとアピールすべきでした。でも実際には本当にごく一部の配信者にしか機体を提供しなかったり、誰も見ていないようなフォーラムで発表したり、結果としてその当時多くの関心があったマイクロソフトフライトシミュレーター2024や競合のフェニックスの情報に完全に埋もれてしまった印象です。その4、リリースのタイミングが悪かった。 FS ラブス A321 がリリースされたのは、多くの人がマイクロソフトフライトシミュレーター2024にお金を使った直後、しかもフェニックスがシャークレット付きの A321 セオを出したばかりの時期でした。その当時多くのユーザーは古いゲームへの支出を控えていた感じです。しかも出てきた機体がフェニックスと同じセオ機体。これもマーケティング的に良くなかった点ですね。これがネオだったらまた話は変わっていたかもしれません。その後、エアバス機体はもう十分に飽和している。現在のフライトシム市場にはすでに無料で使えるフライバイワイヤーやイニビルズの A320 ネオの機体があって、これで満足できている人はわざわざ高価な機体を新しく買う必要がありません。ではセオ機体はどうかというと、ここには A319、A320、A321 をカバーする強力なフェニックスというライバルがいるわけです。正直もう残されているのは本当にリアルなシステムが特徴となるネオ機体だけという飽和状態なんです。まあその席も間もなくフェニックスさんに奪われそうな勢いですが、動画の前半でも言った通り FS ラブスは本当に良い機体で、実際にこれを好む人もいるかもしれません。ただ競合他社と比較して劇的に優れているわけではないというのが現状です。FS ラブスの最大のライバルは
どう見てもフェニックスです。そのフェニックス A320 ファミリーが FS ラブスよりも優れているポイントをいくつか見ていきましょう。その1、ビジュアルが最高。フェニックスはコックピットの細部まで内装がめちゃくちゃ作り込まれていて、特に客室が本当に綺麗です。FS ラブスは残念ながら通常のやり方では客室が見えず、ドローンカメラを使ってやっと見えるという仕様です。これは没入感を重視するユーザーにとってはかなり残念な点かもしれません。操縦の感触の違いということで FS ラブスの離陸のシーンをご覧ください。FS ラブスは離陸などの動作が空に敷かれたレールの上を走ってるみたいな感覚で安定はしているんですが、フェニックスと比べるとちょっと物足りなさを感じます。50, 40, 30, 20, retard, 10, 5,また着陸時のフレア操作はサイドスティックを引いても初期反応がほとんどなく、結構引かないと反応してくれないという挙動が気になりました。このあたりはフェニックスの方が私にとって良いと感じています。地上でのタキシング操作はフェニックスの方がやりやすかったです。FS ラブスはうまく曲がってくれないことがあってちょっとストレスがたまります。その3、EFB の操作性。FS ラブスは細かい操作が可能という利点はあるものの、 EFB には多くの数字が羅列されており、使うアプリもかなり多いので余計にややこしいように感じることがあります。しかも実際に燃料や貨物、乗客を乗せる場合はこの EFB ではなくこちらの MCDU で行います。プリペアードから来た人はこれでいいのかもしれませんが、マイクロソフトフライトシミュレーターから始めた人だとちょっと不便です。その点、フェニックスの EFB はこの中で貨物や燃料が調節できるようになっており、より洗練されていてユーザーフレンドリーだと感じています。直感的に操作できる点はやはり大きなメリットです。その4、周辺機器への互換性。WinWing さんの MCDU や FCU と組み合わせる場合、どちらも認識されるので問題はありませんが、ミニコックピットさん、そして WingFlex さんのようなサードパーティー製品と組み合わせる場合は、フェニックスがおすすめです。拡張性や互換性は、フライトシムの楽しみを広げる上で非常に重要な要素ですよね。その後、サウンド。FS ラブスとフェニックスのサウンドを比べた場合、フェニックスさんの方がかなりいい音を出してくれます。まとめるとこんな感じですが、もちろん FS ラブス A321 も決して悪い製品ではありません。むしろ技術的には素晴らしいし、システムやオートパイロットに関してはフェニックスよりも優れていたりします。でもさっきも言った通り、無料のフライバイワイヤーやイニビルズ A320 など他にもたくさんのエアバス機があって、もう飽和状態なんですよね。だからもしあなたがとにかく一番リアルなエアバスシミュレーションを体験したい、システムをとことん学びたいっていうガチ勢なら FS ラブス A321 は間違いない選択です。テクニカルログとか動的な故障シミュレーションとかユニークな機能は FS ラブスにしかない魅力ですからね。一方で見た目が最高にかっこいい飛行機を飛ばしたい、操縦の感触を重視したい、いろいろなバリアントを楽しみたい、サードパーティー製品を組み合わせて使いたいっていう人なら
フェニックスの方が満足度が高いと思います。FS Loves A321 は本当に素晴らしい製品なんですが、過去の悪い評判とかマーケティングの失敗とか価格とかその他諸々な理由でフェニックスの陰に隠れてしまっているのが現状です。製品の品質だけではなくて誰が作っているかっていう開発元の信頼性もユーザーにとってはすごく大事な要素になってきているってことなのかもしれませんね。というわけで FS Loves A321 がどんな機体なのかざっくりご紹介しました。皆さんは FS Loves A321 についてどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。